皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。二点境界値問題は様々な分野で登場します。本微分方程式は基本的には非線形であるため、数値計算に頼らざるを得ません。この計算は容易ではありませんが、計算原理を理解すれば皆さんもきっと解を得ることができるようになると思います。そこで今回は二点境界値問題の代表的な解法について述べます。二点境界値問題はある領域の両端での条件を満足するように領域内での従属変数の変化を求める問題です。通常は2回乗微分方程式の形で与えられます。本問題は至るところに存在します。例えば、触媒反応における単体内の濃度分布、材料力学における針のたわみ、熱伝導における固体材料内の温度分布、航空力学における砲弾等の軌道などがあります。二点境界値問題の代表的な解法には、すでに本動画で取り上げた射撃法、直行先天法、有限差分法、有限要素法などがあります。これらにはそれぞれに長所と短所があるので、研究者は用途に応じて適切なものを選択する必要があります。4番目の有限要素法は境界が複雑な場合に対応できます。しかし、3番目の有限差分法を含め、このような計算領域の差分化に基づく方法では、計算値の精度が十分ではないことが多いので注意が必要です。私の研究では、計算精度の問題を常に除外できる計算法を使用することにしています。この点では1番目と2番目の方法が有用です。よって私の動画では今後射撃法と直行先天法について順次述べていくことにします。二点境界値問題の例として固定化酵素反応を取り上げて説明します。本反応システムでは酵素が平板、円柱または球状の単体内に固定化されており、その外部から基質が拡散により単体内に侵入して酵素の作用を受けます。その結果、単体内には単体の表面から中心へ向かって減少する放物線上の基質濃度分布が生じます。これを表す微分方程式は1式のようになります。本微分方程式の導出法については前の動画第5章の7から20節を視聴してください。1式は2回乗微分方程式です。回数が2なので特殊解を得るには条件が2個必要です。これらは単体の中心と表面で与えられます。したがって本微分方程式はこれら2つの条件、すなわち境界条件を満足するように解かれます。二点境界値問題を解くのは反応プロセス分野の研究者であっても容易ではありません。私が学生の頃、
バイオテクノロジーという言葉が一般的に使用されるようになり、酵素や微生物を使った物質生産プロセスの研究開発が盛んに行われるようになりました。その時登場したのが本分野での二点境界値問題の式です。当時はパソコンがまだ身近なツールではなく、数値計算は大学の計算機センターの大型コンピューターを使って行われていました。この場合、計算機の利用時間に応じて研究費の支払いが必要であり、また限られた期間内に満足できる解を得なければならなかったため、結構しんどい作業でした。前述の二点境界値問題の例では、まず微分方程式を解いて単体内の基質濃度分布を求め、次にこれを使って触媒有効係数を計算します。そして反応速度を決定し、これでようやくリアクターの設計計算や装置性能の評価ができるようになります。前述のように二点境界値問題を解くことは容易ではなかったため、触媒有効係数に対して近似式が提案されました。これを使うことで反応速度の計算が簡単になりました。しかし、触媒有効係数の計算には無視できない誤差が含まれていたので、学術的な議論を行う場合には問題がありました。1985年頃、私の研究室に高性能の定量分析機器が導入されました。これには出力データ処理用のパソコンがついていました。当時はパソコンのワープロで文章を書くことがようやく始まった頃でした。また、パソコン用の数値計算ソフトが少なかったため、パソコン上で数値計算を行うことは一般的ではありませんでした。幸いにも付属のパソコンにはベーシック言語のプログラミングソフトがインストールされていました。私はこれを使って二点境界値問題を解くことができないかと画策しました。当時のパソコンはまだ8ビット CPU を搭載したもので、計算速度が遅く、記憶容量もかなり不足していました。そこで、このような計算環境下でも二点境界値問題を正しく解くことができる方法がないかと調査し、最終的に直行線点法にたどり着きました。本法は1930年代に提案された方法ですが、1967年にジョン・ V ・ビラードセンらが境界値問題への応用を図り、広く知られるようになりました。私は1998年チェコ・プラハで開催された国際会議に出席した際、彼とたまたま遭遇し、話す機会を持ちました。今どうしているのかを調べたところ、2021年に85歳で逝去されたようです。直行線点法は米国、欧州の多くの研究者により使われていましたが、1980年代でも日本では一般的ではありませんでした。私は限られた計算環境の下で直行線点法によるプログラミングを行い、計算を行ってみました。その結果、濃度勾配が険しくない場合、
わずか数個の計算点であっても触媒有効係数が高精度で得られることが分かり、本法の素晴らしさを知りました。その後、直行線点法における数値計算上の問題を見出し、これを解決しました。その結果、さまざまな計算条件下で触媒有効係数を少なくとも10桁の精度で計算できるようになりました。一方、単体内の濃度分布に関しては精度向上に限界があることが分かりました。計算法の検討と並行し、私は固定化酵素反応の見かけの速度パラメータに関する研究を行い、その一般式を提案しました。しかし、本式は基質濃度だけでなく、触媒有効係数の基質濃度による微分値も含んでいます。このため、見かけの速度パラメータの議論を行うには、二点境界値問題の計算精度をさらに向上させることが必要になりました。ここで次に検討した計算法が射撃法でした。本法では単体中心での基質濃度を仮定し、これを初期値として使い、境界内で微分方程式を初期値問題として単体表面まで解きます。そして得られた解が表面における境界条件と一致するかをチェックし、一致しなければ同じ計算を繰り返します。この時、計算値の精度を向上させるには、初期値問題に対して得られる数値解の精度が重要となります。初期値問題解法には通常、ルンゲクッタ法が使われます。これで十分であるかもしれませんが、私は初期値問題解法にテーラー級数法を使うことにより、計算値に丸め誤差程度しか含まれない数値解を得ることを可能にしました。以上述べた二点境界値問題に対する数値解法については、後の動画で詳しく説明したいと思います。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。